絵で生きていくというね、極めてふわふわした世界だからこそ本人の戦略はシビアでなければ通用しませんというようなね、話です。自分が例えば、雇う側になるとちょっとわかると思うんですけど、3人アニメーターを集めたいとか、絵描きを集めようとっていう時に、そうするとどうします皆さん。全然本人知らないんですよ。そしたら、自分が必要なスキルっていうのがこういうものですよ。で、いくら払えますよ。で、どうですかって言うじゃないですか。この市場原理に乗らない方法があるんですよ。何かっていうとね、知人を増やせですよ。で、知人増やす方法あるんです、実はね。SNS だね。SNS で自分の活動をですね、日頃ですね、発信してる人は強いっていうのはそういうことなんです。SNS って何って言ったら、あれ、うっすらとした知り合いなんですよ。会ったことはない。けど、その人の活動が、見える化されてる。日頃ラーメン食ったとかね、ここのライブ行きましたとか、こんなの買いましたとかっていうのもいいでしょうけれど、この人アニメーター志望って一応なんか書いてあるけど、なんか別にアニメーターっぽい発信なんもしてねえな、みたいな。この人別にアニメーター志望じゃなくねみたいな。そう。っていうのは、知人で繋がってたとしても、これあまり意味がない状態なんですよ。総合力なんだよね、人って。そう、総合力で評価されるんです。だからアニメ私塾生で、同じように受講してて、見てくれてる人がいるとか、自分のことを知ってる人がいるというだけで、その人の実力なんですよ、それも。ね。全く知り合いがいないのも実力なんですよ。すべてが総合点で評価されるのね、この世界は。で、それは目に見える画力というのもあるし、しかし、どんだけ画力があってもなくても、それを誰も知らなければ、ないのと同じなんですよ。ね。なので、総合力なんですよ。いろんな情報が集まるような人と、知り合いになってください。じゃあ、どんな人がアニメーターの知り合いをどうしたら作れるか。実際自分は、このぐらい書けますよをひたすら、アピールして、あるいは成長していますよを常に発信し続けられる人が結局、知り合いになってきます。僕も実際そうでしたね。学生時代にアニメサークルで先輩なんかに自分の作った自主アニメを見せて、で、その後結局自分がアニメーターになった。結局その人たちのコネクションはなしで僕はね、ジブリに入れたんですけど、その後ですよね。ジブリ以外からね。ジブリ以外の他社から仕事をもらうみたいな時に、結局アニメのサークルの先輩から仕事をもらったりとかしてたわけです。でもその時に、ね、そのサークルの先輩だってね、みんなに仕事くれるわけじゃないんですよ。それは何かっていうと、一応僕がこのぐらいできるから、やってるからこいつだったらできるだろうという、見込みでもって仕事をくれるわけです。最初のね、ワンチャンもらえるわけですよ。なので、全く何もしてない人にそんなワンチャンくれないです。誰もはっきり言って。そしてそんな積極的に店にも来ないし、それに関して行動してない人間に誰も仕事あげません、はっきり言って。今の仕事なんでなんかやりがいを感じない、しんどいなみたいな。で、いや、それが自分は絵描きじゃないからだ。絵描きになればきっとそうなるはずみたいなね。今の仕事だったり学業だったり、今の〇〇がダメで、これはですね、絵描きになったら魂が救済されるんじゃないかみたいな。って思う人はいるんですけど、そもそも今の流れてなんとなく今この仕事やって、そしてなんとなく今この状態で、そしてアニメ私塾入っても特にポジティブに発信するでもなく、なんとなくいるという状態でいたら多分結局同じです。はい、変わんないです。どこかでそれはね、やっぱり考え方そもそも変えないと多分無理です。はい。例えばもうめちゃくちゃ分かりやすく言うとですね、隣に上手い人がいましたと。ね。その人に、めっちゃ上手いっすね。どうやって書くんですかって聞けばいいじゃないですか。なんでそれしないんだろうみたいな。僕この前ね、コミケに行ったらね、葉山純一さんっていうね、すごい有名なね、スーパーアニメーターの方がね、いらっしゃったんですよ。で、俺もめっちゃガン見してましたもん、こうやってもうひたすら書いてるとこ見てましたよ。じーって。で、ちょっとお話とかさせてもらってね。でもだから、ちょっとでも、盗めるものがあるんだったら、盗みたいっていう気持ちです。じっと見ます。あ、そういうラフ書いて、その次こう組んだ、みたいなね。もう、ひたすら見てますよ。もういっぱいお客さんいるのほったらかして俺ずっと見てましたよ。こうやって書いてる時、こうやって。っていうぐらい、学生の時もアニメーターも、そして今も変わんないですもん。目の前に上手い人いたら、それどうやって書くんですか？俺もそういうの書けるようになりたいっすみたいな。ね。っていうですね、もう気持ちが大事ですよね。周りの人にどう思われるなんかどうでもいいじゃないですか。
それよりも今自分が上手くなりたいとか、上手い人の技術を吸収したいとか、そんな風に自分も書いてみたいとか、そういう気持ちの方が僕は上なんですよ。誰にどう思われるかなんかどうでもいいじゃん。で、これがですね、誰にどう思われるかの方が中心なんですよ。行動できない人っていうのは簡単に言うと。これ言ったらなんか変だと思われるんじゃないか。これ書いたら下手なんじゃないか。それ全部自分のちっちゃい今の自分をただ守ってるだけじゃないですか。大体そうなんですけど、上手い絵描きとかってなんで上手いのって言ったらね、常にこの魂を解放してるから上手いわけですよ。まあロックンロールなわけですよ。だから上手いんですよ今。ね。下手なんじゃないかな自分はとかさ、これやったら恥ずかしいんじゃないかななんて言ったらさ、人前で描けないよ。ましてこの絵の世界で食ってこうなんて無理ですよ、そんなのね。で、そういう人ってそういう人が分かるんですよ。常に自分が向上心の方が中心で、人のことなんか気にしないで、上手くなりたい、あるいは絵が上手くなることに興味があるという人のことがすぐ分かるんですよ。はい、すぐ分かります。一瞬で分かります。で、そういう人同士は同じ仕事をしていくんですよね。一箇所で集まってっていう風に人ってね、そういうつながりでねできていくのね。だからなんかこれ見せたらどう思われるかなと思ってる時点で終わってます終わってます。だから終わらせましょう。その自分を終わらせましょうその自分を終わらせない限り、もうその絵描き人生は終わってます。はい。上手い人に会うと分かりますよ。なんかこう突き抜け感がありますよ。なんかいい意味でなんかやっぱ世間離れしてるっていうのかなそう、おかしい、楽しい方が多いです。やっぱその上手い人ちょっとおかしい人が多いそれが絵描きのね特性っていうか、生き方ですよ。どっちかっつうとね。